今回の作為闘病した編とともにロベラが実装されました。そしてストーリー内でもロベラの活躍を見ることができました。ロベラはドルフロイチの主人公正体である AR 正体の一員です。こちらは主人公正体なので語り始めるとドルフロイチのほぼ全てになってしまいますね。今回も同様に全ての物語を紹介するのは難しいため、軽くラフにドルフロニエとつながるエピソードを紹介します。ドルフロイチのネタバレを含みます。 AR 正体は M4A1、M4 ソップモッド2、STAR15、M16A1、RO635 で構成されています。他の戦術人形とは異なり、AR 正体にはいくつかの特殊な点があります。AR 正体、アンチレーン正体は、まずゲーム外的にはコルト社製の銃で構成されています。チームマークもコルトを意識したデザインになっていますね。ゲーム内的にはストーリー報酬として一度しか入手できない限定人形です。後に多少入手機会は増えましたが、基本的には1体ずつの特別恋です。ストーリー的に見ていくと M4 がリーダーではありますが、強い方ではないし人形らしくない人間的な人形です。そして M4 を守ることが残り4人の使命です。 AR 正体はパーシカによって製造され、所属は16ラボグリフィンへ派遣される形をとっています。そしてロベラを除く4人は他の人形と違ってバックアップが不可能です。これはロベラを除く4人がルニシアという少女のノースキャンを使用し、遺跡技術によって作られた特殊な人形だからです。ルニシアという人物は M4 やダンデライオン、ウィリアムと深く関わる世界観でも最重要クラスの人物ですが、この話はちょっと後で。このように AR 正体は特殊な技術で作られており、性能、戦闘力ともに非常に高いです。一般的な戦術人形より明確に上位のスペックを持っています。 AR 正体はバックアップ不可能と述べましたが、例外としてロベラはバックアップが可能です。ロベラは高性能なメンタルを持っているのが特徴で、少女前線1当時では第3世代人形のプロトタイプでした。ドルフロイチ2に登場する人形の多くは第2世代で、ドルフロニに登場するダーチュアやブルースフィアなどが第3世代です。ロベラは他の AR 正体メンバーと比べてルニシアの脳使用量を最小限に抑えています。代わりに高性能 AI を使用して完成された人形であり、そのためバックアップも可能です。使用された AI の性能が極めて高く、第3世代相当となっており、これはドルフロニの他の第3世代よりも優秀な部類です。ドルフロニでは第3世代人形は主に敵として登場し、変身フォームを見せることも多いですが、第3世代に変身機能が標準搭載されているわけではありません。これはジラードグループの趣味かもしれませんね。第3世代人形の最大の特徴は、設定されたロジックなしにメンタルを自立成長させられる点です。設定ロジックとは簡単に言えば人形のコンセプトです。最初からソ連嫌いなスオミや実験体として生まれたリンドなどが分かりやすい例ですね。本題に戻ると、 AR 正体の人形たちは M4 を守ることが命令としてインプットされています。しかしロベラは命令ではなく自らの意思で M4 を守ろうとし、 M4 が不在の際にはその代役を務めることもあります。こうした点は今回のストーリーにおけるリバとロベラの会話から読み取ることができます。ロベラは人間に非常に近い思考様式を持っており、より人間らしい選択をしようとします。今回の下編では人形的な思考をするリバと人間的な思考をするロベラの対立を通して、その違いが非常に分かりやすく描写されています。今回ロベラと共にソップまで登場し、AR 正体のメンバーがさらに揃いました。
他のメンバーも順番に見ていきましょう。まずはソップ M4 ソップモッド2です。ドルフロにでも分かりやすい名前になりましたね。基本的には元気いっぱいの子犬のような性格ですが、戦闘狂なのが最大の特徴です。今回のストーリーでも非常に分かりやすく描写されていました。AR 小隊5人の中で最も好戦的で、戦闘力もトップクラスです。銃を使うのはもちろん、手足で敵を直接引き裂くのも大好きです。脱走者が何人も出た AR 小隊の中で、最後まで指揮官と行動を共にしていたメンバーの一人です。ロベラと共に最終作戦まで指揮官の旗で戦いました。次は STAR-15 ドルフロニの初期トレーラーから姿を見せていますが、まだ実装の知らせはありません。ややシニカルな性格で、ロベラと並ぶ AR 小隊の常識人ポジションです。戦闘力も高く、バランスタイプといった印象ですね。鉄血がグリフィンを襲撃した際、カサウイルスが散布され、最初にウイルスに感染した一人でもあります。その結果、敵ボスであるエリザと共に自爆することになりました。AR 小隊はバックアップ不可能なため、本当に死亡したと思われましたが、様々な理由で自爆時に保護され、その後復帰します。その後は M4 を支えるため、最も直接的に M4 と関わるキャラクターとなります。姉妹のような関係で、精神的な支えにもなっていました。物語が進み、M4 が行方不明になった後は、指揮官と共に行動を続けます。ちなみにダンデライオンとは喧嘩するほど仲が良く、お互いツンデレなやりとりを見せるエピソードも多いです。次は M16A1 AR 小隊の調子ポジションで、さっぱりとした豪快な性格です。しかしストーリー序盤、重要な情報を得るために自らカサウイルスに感染し、メンタルが変異して鉄血となります。鉄血所属として再登場し、指揮官と対立するように見えますが、戦闘は消極的で洗脳されている印象もありません。何か別の目的を持って行動しており、意図的に指揮官の元へ戻らないようにも見えます。後に明らかになりますが、これは M4 を助けるために取った別ルートでの行動でした。この過程で M4 と共に遺跡技術に巻き込まれ、複数の世界線を行き来できる能力を得ます。以降も M4 を助けるため、時折ストーリーに登場しては助力し、去っていく。そんな神秘的な立ち位置になります。そして、胡蝶事件とも深く関わっています。作戦投入者の中で唯一の生存者であり、UMP45 に傷を負わせた人形でもあります。実は、カサウイルスはこの事件の際に設置されていました。4号敵と誤認して交戦しますが、その途中でウイルスが作動し、停止してしまいます。エリザの助けによってウイルスの作動は停止し、代わりにエリザの頼みで死にかけていたリコリスの重要なメッセージを託されます。しかしウィリアムによって記憶が消去され、そのメッセージは失われてしまいます。そして AR 小隊のリーダーであり、ドルフロイチのヒロイン M4A1 です。平凡な任務をこなす新人指揮官がペルシカの依頼によって M4 を救出したことで、指揮官の人生は大きく変わることになります。M4 はルニシアという少女の脳を使用して作られた人形です。他のメンバーも同様ですが、M4 はその中でも特別な存在です。外見もほぼ同一で、思考様式も非常に人間に近い。第3世代人形とはまた異なる形で、人間に極めて近い存在です。M4 をめぐって様々な勢力が絡み合い、ドルフロイチの物語はさらに深まっていきます。その理由を理解するには、M4 の原型であるルニシアを知る必要があります。ルニシアは世界観の黒幕、ウィリアムの亡き姉です。ウィリアムの目的は死んだ姉を蘇らせること。そして、そのための遺跡、コーラップス技術の掌握です。そのためにあらゆる手段を用い、ドルフロシリーズの世界を脅かしていきます。その一つが、ル
ルニシアの脳データサンプルの密かな流出でした。しかしバーシカが偶然にも最もオリジナルに近い人形を作ります。それが M4A1 でした。このため M4 を奪おうとするウィリアムと守ろうとする指揮官の対立が続きますが、途中で遺跡に巻き込まれ M4 は行方不明となります。最終的に遺跡の内部、簡単に言えば異世界のような場所でオリジナルのルニシアと融合し、新たなルニシアとして完全に超越した存在になります。複数の世界線を見渡せるようになった彼女は時折戻ってきて指揮官を救い、そしてまた姿を消していきます。以前触れた青い蝶がそれです。このようなことが可能なのはルニシアが生前遺跡を開く鍵となる実験を受けていたからです。彼女の母親はすでに狂信的な人物で、娘が救世主になると信じていました。その結果ルニシアは死後も超越的存在としてあり続けることになります。 M4 は指揮官が生き残る世界線を固定するため、この世界線で指揮官と別れる選択をします。つまりストーリーで語られる M4 の失踪とはこのことを意味しています。一方で M4 は今もダンデライオンを通じて指揮官を見守っていることも示唆されています。これほど重要な存在であるため、ドルフロにでも M4 の間接的な登場シーンは多くなると考えられます。余談ですが、ドルフロ1の開発初期コンセプトアートを見ると、AR 小隊は当初6人編成になる予定だったのではないかと推測されています。その6人目の AR 小隊メンバーは、開発初期に羽中さんと共に活動していた海猫さんが独立し、悪内の W というキャラクターとして完成したという説が知られています。ロベラは M4 が何らかの理由で作戦行動不能になった際に初めて登場しました。AR 小隊の元メンバーとして紹介され、その後自然な流れで再び AR 小隊に合流します。AR 小隊復帰直前はパレット小隊の一員で、ステン、92式、マカロフ、AAT52 と行動を共にしていました。AR 小隊の中でもソップと特に仲が良く、かなり親しげな様子を見せていました。今回のイベントでも良い掛け合いを見せていましたね。ドルフロ1ストーリー序盤、指揮官が大規模な鉄血掃討作戦を言っていた最中、協力していた正規軍が裏切り、ロベラは正規軍の幹部によって破壊されてしまいます。バックアップが可能だったため、生き残ったソップがコアを回収し、何とか復活させようとしますが、ソップ自身も素体が大きく損傷しており、決して良い状況ではありませんでした。そこでソップは一時的にロベラのコアをダイナーゲートの素体に移して復活させます。目を覚まして体を動かしたロベラが自分がダイナーゲートになっていることに気づき、驚いて泣きそうになるシーンはちょっとしたギャグ描写でした。その後、状況が落ち着き、元のボディを取り戻して修復されましたが、この出来事がトラウマとなり、ロベラはダイナーゲートを極端に嫌うようになります。今回の大型イベントでのダイナーゲートの方がマシだというセリフは、ロベラが言える最大の不満表現だと言えるでしょう。修復後に残ったそのダイナーゲートはソップが持ち帰って活用します。モッドイラストからもわかる通り、大事に持ち歩いており、ソップの専用装備としても実装されました。ロベラがダイナーゲートを嫌っている描写は、今回のストーリーだけでなく整備室モーションや PV などでも確認できます。ストーリー中盤以降は指揮官の最も近くで作戦を補佐する人形の一人となり、終盤の大規模作戦、そして最終作戦でも大きな活躍を見せました。同じ言い回しを何度も使っている気がしますが、ドルフロニではまず重要人物から実装される傾向があり、そのためだと思われます。今回はロベラと AR 小隊について振り返ってみました。ドルフロニのストーリーが本格的に動き出す中で注目すべき要素も多いですね。
アルバと共に言及された反逆正体やアンジェリアの物語など、まだまだ語るべき話は残っています。少しずつ準備していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。